プサンという都市ご存知ですか？韓国の第二の都市であるプサンは日本でいう大阪のような存在です。しかし驚くべき事実があります。2024年、プサンは広域市として史上初めて消滅危機判定を受けたのです。高齢者が100人いるとき、若者女性は49人しかいないのです。プサン第二の都市がなぜ急速に消滅危機となったのか。理由は4つあると思っています。1つ目、若者の流出。2つ目、人口の減少。3つ目、産業の衰退。4つ目、都市開発の渋滞です。僕は韓国に19年住んでいました。だからこそ韓国社会の現状感と数字の両方でこの現象を説明できると思っています。まず一つ目はですね、若者の流出というところです。ソウル一極集中による都市の変化というところですね。プサンの海は今日も青いです。市場ではタコの足がバケツの中でくねり、港には潮の匂いが満ちています。なのにその風景からある音が消えています。そう、若者の笑い声ですね。カフェのテラスには白毛混じりのおじさん。夜の屋台通りでは観光客ばかり。地元の20代はソウルに吸い込まれるように消えていきました。韓国ではソウル共和国というあだ名があります。2024年、韓国総人口の約51%がソウルとソウル付近に住んでいると言われています。日本は関東圏に約29%集まっていると言われていますが、韓国は51%もあるんですね。プサンも例外ではなくて、過去10年間で20万人が流出しました。2024年、去年では1万3700人がプサンを去りました。そして行き先の69%は首都圏です。日本では名古屋にはトヨタさんがいて、地方都市にも地方ブランドや雇用が残っていて、若者はまだギリ残る理由があるかもしれません。しかし、韓国ではインソールという言葉があって、大学進学はもうソウルの中にあるところに行こう。そしてソウル大学とか四世大学に行きたいな、ソウルのトップ大学を目指そうっていうところが就活の扉を開ける魔法の鍵ですね。地元に残るというより、チャンスはソウルにあるからソウルの大学に行こう、ソウルで就職しようと目を輝かせています。僕も韓国の受験期はそうでした。地方の友達がプサンに残るっていうところは人生の選択肢が減るという言い方を選択した子もいます。だから、日本に来て、札幌の大学生が、北海道に就職したりだったりとか、九州の学生が、九州大学に進学して、また地元に戻るっていうところが、韓国人からの僕としては珍しかったですね。そして、プサンでは、その流出が新婚客の激減にも直結しています。かつて10組来ていた不動産屋には、今2組から3組しか来ないらしいですね。結婚式場の予約カレンダーもところどころ白紙のままになっています。ソウルの夜景がまばゆく輝くその瞬間、プサンの街の明かりは一本ずつ静かに消えていく、そんな光景が現実となっています。2つ目の話ですね。人口環境の変化というところです。急速な人口減少と少子高齢化がありました。プサン駅のホームに立つと、かつてはスーツケースを引く家族や学生でごった返していた改札口が今は妙に広く感じています。プサンには約380万人が暮らしていました。商店街に肩がぶつかるほど混み、市場では午前から主にと叫ぶ声が響いていました。それがですね、2025年、人口は320万人になって、30年で福井県の全人口レベルの60万人が消えた計算となっています。このままなら第二の都市の座は空港で有名なインチョンに譲る未来がはっきり見えています。日本では札幌や福岡のように人口減少はあっても、空港、大学、観光試験を活かしてある程度頑張っていると言えるかもしれません。韓国は少子高齢化のスピードが桁違いです。特にプサンはですね、出生率が2023年で0.65らしいんですね。その時、韓国の全国平均は0.72でした。その頃、日本の全国平均は1.2くらいですね。これは人口が自然に増える目安の2.07には遠く及びません。新しい命が少なくなる一方で、高齢者は増え続けます。2024年、プサンの65歳以上の人口は23%です。商店街ではベビーカーよりもシルバーカーの方が多くなって、駅前のベンチでは学生が大学に行ってるんではなくて、正気をやってるおじいさんが昼間の収益になっていっています。今は孫が都会に行ってね
とおばあさんが話す声だけが残る。一方、日本で暮らす僕は、もちろん日本も東京一極集中が強まっているとはいえ、地方の秋祭りとか小学生が祭りに参加している、もしくは自分たちで祭りをやっている姿を見ると、その風景というのはどれほど貴重だったのか思い知らされます。統計庁の予測では、釜山の人口は2040年に285万人ほど、かつて400万人に近かった釜山という都市が20年で300万人を切る。それは夜景から数千の窓の明かりが一切に消えるようなものです。釜山の未来はカレンダーに静かに書き込まれた人口減少という予定通りに進んでいます。3番目の話はですね、主要産業の衰退と構造転換というところです。港町プサンはかつてエンジンの音と鉄の匂いで満ちていました。町の造船所では真夏の太陽に照らされた鉄板が赤く焼け、作業員の掛け声が潮風に乗って響く。釜山駅前の商社ビルには韓国中から人と物が集まり、街のクレーンは止まることを知らなかった。そんな時代が確かにありました。しかし今、その音は静かになりつつあります。韓国経済は高度化、サービス化していて、新しい成長エンジンである IT、AI、バイオ、金融はほぼ全てソウルの首都圏に集結しています。釜山に根付いていた造船、自動車、繊維といった産業はグローバル競争や自動化の波に押されて後退しています。これは数字で見たらさらに残酷です。韓国の売上上位100社。これ本社が釜山にある企業は何社あると思いますか？なんと0社です。これは上位1000社まで広げても、たった31社しか釜山に本社がありません。そのうち製造業は12社しかなく、多くは流通やサービス系しかないですね。日本では横浜とか神戸といった港町にも物流だけじゃなくて IT 企業、研究拠点が残ったり、それが雇用を生み出していますよね。でも釜山はそれがどんどん遠くなっているっていうのが現実としてあります。インチョン市にすら負けていっています。2023年で GDP というのは、インチョンが 43% を伸ばす間、釜山は 29% しか伸ばすことができず、2023年に経済規模でもインチョンに逆転されました。釜山はビルの上層階にはテナント募集の張り紙だったりとか、夜になっても明かりがつかないフロアが増えました。韓国の大企業はどんどんソウルに集まっています。工場を地方においても本社機能はもうソウルでやるだったりとか、しかもですね、最近は工場さえどんどんソウルの近くに動かしているんですね。だから地方都市にはファイターカラー色がほとんどなく、若者にとって魅力的なキャリアが見えないですね。海に直結した巨大都市のプサン、波の音だけが変わらず響いています。この静けさがプサン経済の現在地を物語っているかもしれません。4番目の話はですね、不動産とか都市開発政策が渋滞しているというところです。ユーグレの釜山駅前、かつては夜行列車で到着した人々がカバンを抱えて押し寄せ、屋台のトッポギの湯気が街を溶けていきました。今、その形式は変わっていっています。釜山の外側にはビルの窓ガラスは割れたままの廃墟を0個から1個2つずつ増えていったりとか、色あせしたり、アパートの郵便受けにはチラシが山積みになっている。そういった姿はもちろん多くはないんですけれども、0件から1つになっている、1つが2つになっていく。これ少しずつ変わっています。これは数字も現実を裏切りません。2024年新築住宅7万戸の中で 73% が首都圏に集中されていて、その首都圏っていうのも釜山というよりかはソウルの方にどんどん行っちゃってるんですよね。そして釜山市内のオフィスの空室率は 18% であって、これは全国平均の倍以上らしいです。ソウルの3倍以上というところですね。これで大型商業施設でも 14% が空いていると言われています。一番痛いのは若者の街、釜山大学の前なんですけれども、かつて大学生で溢れていた通りの店舗の空き率が 23% でして、これは全国のワースト5位らしいですね。学生外なのに全国でワーストってことですよ。日本でもそうだと思いますが、大学周辺って学生が住む、学生が移動しているので、カフェとか古本屋だったりとか飲食店が入りやすい、利用されやすいじゃないですか。
でも韓国のプサン大学の前は人がいないから利用されなくなって、そこで動いてる証券自体も消滅していってるっていうところですよね。人口が流出して需要が減っていて不動産市場が悪化する。この負のスパイラルは街から人をさらに遠ざけます。夢はあってもそこに暮らす人が戻らなければ地図の上だけの未来ですよね。というのは4つの理由でした。とはいえ、プサンはまだ大都市です。もちろん。港には巨大なコンテナ船がゆっくりと入っていて、市場では観光客の笑い声が響き、ヘウンデビーチには夏になると足の踏み場がないほど人で溢れます。決して、映画のようなゴーストタウンではありません。そこはご注意ください。しかしですよ、衰退は音もなくやってきます。夜景のビルから明かりが一つ、また一つと消えていくように、駅前のカフェが誰にも見送られず、シャッターを下ろすように、その変化は日常の景色を溶け込み、気づいた時には手遅れになっているかもしれません。これは韓国だけの話でもありません。日本も、そして世界も同じです。パリとかロンドンとかニューヨークも若者は首都へ吸い寄せられ、地方は静かに色を失っていく。地方は消滅させて一極集中にすべきなのか、もしくは地方の消滅を防いでコミュニティを残すべきか、私たちはどう生きるべきか、21世紀に人類に与えられた大きな質問です。今日は以上にしたいと思います。聞いていただきありがとうございました。パクンでした。アンニョン。